他人の行為を受け入れられる者もいれば、見ず知らずの人との対話を警戒する者もいる。もちろんオロルンはどちらがより安全か知っている。だがそれでも彼は人の魂の色を信じるのだ。呼んだか？雷元素の神の目と永遠の主由来の秘術を駆使しながら、オロルンは雷関連の反応を起こすチームをサポートする。元素スキルでは永遠の主に伝わる秘術で命色の宿霊玉を具現化させ、敵に雷ダメージを与える。近くに他の敵が存在する場合、宿霊玉は敵の間を移動し雷ダメージを与える。各敵がターゲットとなるのは1回の元素スキルで1度までだ。一定回数移動した後、または近くにターゲット可能な敵がいなくなると宿霊玉は消える。添付霊装のカタリスト解放後、宿霊玉が命中してからしばらくの間、付近のチーム内フィールド上キャラの通常攻撃、銃撃または落下攻撃が命中すると、そのキャラは元素エネルギーを回復する。またオロルンが待機中であれば同様に回復する。この効果は一定時間ごとに一定回数発動可能だ。周りを見張っててくれ。元素爆発ではオロルンは古代の秘技で雷範囲ダメージを与えてウルトラソニックアイを召喚する。ウルトラソニックアイは持続的に周囲の敵を挑発し、同時に回転しながら音波による雷ダメージを近くの敵に与える。添付野因のシナスタジア解放後、オロルンは複数の方法で夜根地を獲得できる。付近にいるチーム内キャラが夜根バーストを起こした時、オロルンは夜根地を獲得できる。オロルンが元素スキルを発動してから一定時間、チーム内他キャラの水または雷攻撃が敵に命中すると、オロルンは夜根地を獲得できる。この効果は一定時間ごとに一定回数発動可能だ。また近くの敵が感電ダメージを受ける、もしくは付近にいるチーム内の他キャラが夜根性質のダメージを与えた時、オロルンは一定の夜根地を消費して夜根のカゴ状態に入り、周囲の一定数の敵に雷ダメージを与える。オロルンの夜根のカゴ状態は一定時間継続する。オロルンが待機中でもこれら効果を発動できる。いかなる状況でも息を潜めて潜入や脱出をすることはオロルンにとってたやすい。彼がチームにいるとき、チーム内自身キャラの滑翔時の移動速度がアップする。連素を利用できるナタのエリアにいるとき、フィールド上の仲間が空中にいるとオロルンは高く飛び上がって登場する。またジャンプを長押しするとオロルンはスタミナを消費して飛び上がれる。連素を利用できるナタのエリアであれば連素を消費することでより高く飛べる。空中にいるとき、オロルンは通常攻撃ボタン長押しで連素やスタミナを消費して照準を行える。本状態時、オロルンは命令の落書きと命令のシジルから情報と力を引き出せる。オロルンは生来魂の感知力が強い。それゆえ万物の微細な音を聞き進むべき道を見つけられる。戦闘ではまず元素スキルで宿霊玉を呼び、敵の間を移動させて仲間が雷関連の反応を起こせるよう助けるといい。元素エネルギーが溜まったらウルトラソニックアイを召喚し、周囲の敵を持続的に挑発しながらダメージを与える。敵は霊眼の視界の中散っていくだろう。変わり者が必ずしも悪人とは限らない。簡単な理屈だが人はそれを理解しようとせず、そういった人たちと距離を置く。故に彼らの中には猫をかぶり本心を隠しながら暮らす者がいるのだ。だがオロルンは意にも介さず自分らしく過ごす。彼の変わった言動も友人や大人たちは受け入れてくれているようだ。悪くない。この世にはあまたの不可解が存在する。できることならそれらすべてが彼のように無害で面白くあってほしいものだ。